長野県の南部大鹿村にやってきています。西が伊那山地、東が南アルプス山脈に挟まれた南北に長い村でして、非常に地形が急峻で険しい立地にもなっています。大鹿村は小渋川という川が東西に流れています。天竜川の支流なんですけれども、その支流の中でも最も荒れ川、小渋の濁流は天竜をも濁らすと昔から言われているぐらいの荒れ川ということで、昔から悩まされてきたであろう、それをどうやって乗り越えてきたのか、そしてどうやって今につながるのかっていうのを廃道を見ることで辿っていきたいなと。ここは国道152号になります。この山間部はちょっと道が狭いところが多いんですよね。でも大鹿村自体は人口が1000人もいらっしゃらない村なので、このぐらいの道でも、そこまでめちゃめちゃ不便だっていうわけではないのかなと。で、今走ってるところって今一子一人いないわけなんですけれども、実はですね、ここかつて100軒以上もお家があったんですね。今ここで橋渡ってるんですけれど、かつてはもう少しこの柏川の下流の方で橋で対岸に渡ってました。ライン取りが違っていて、で国土地理院の地形図見ると、今もここって道として実線が描かれてるので、この先の道路以降だけはなぜか建物みたいに書かれてるんですが、実際には建物じゃないよっていう。この川は柏川、鹿に塩でカシオっていうもの。この先にも塩がついた地名がいくつかありまして、塩が取れたんですよ。大鹿村の中で鉱泉が湧いてまして、それがちょっとだけ塩味がかった鉱泉で、それを煮詰めて山塩を生成するという事業をしていた時代がかつてありました。目的のものが目の前に四角いコンクリート構造物が道路以降、国道152号の旧道の橋の一部になります。橋台も路盤もなくなってしまって、残っているのが橋の真ん中のところだけ。横から見ると橋だってわかりますね。昭和36年6月の終盤に起こった通称サブロク災害、未曾有の豪雨が襲いまして、1週間で1年間に降る降水量の3割が降った。でそれでこの急峻な地形も相まって土砂崩落などが起こってしまって、北側の集落というのはその災害で埋没してしまって離村という形で今無人になっています。今は橋の真ん中部分だけしか残っていない、両端がもう跡形もないっていうのは、災害にあったからなんじゃないかなと。道路のかけらだ嬉しいっていう気持ちだけじゃなくて、災害に思いを馳せて未来につないでいかないといけないなって、ここに集落があったって、ここに小学生が通う姿とかちゃんと記憶していくことが大事かなと思って。国道152号は中央構造線の直上にある国道、地滑りしやすい地質を抱えてまして、急峻な地形、地質、そして先の豪雨で甚大な被害が出たわけなんですけれども、その景色っていうのが間もなく見えてきます。山津波ですね。山麓災害で崩れたっていう。
この大西山の東側の山肌が豪雨の激しいある日ごっそりと崩れて、記録によるともうダイナマイトが爆発したかのような音が響いたとか、崩れてその爆風と土砂で甚大な被害を受けて、村に往来するための村道、県道、林道全て不通になってしまったという、死の村と化したっていう表現も残ってて。でそのダムにかつて右岸にあった県道というのが水没しているんですけれども、水没を免れた県道の廃道というのを特別な許可を得て、特別な見方ができるっていうことで、小渋川の右岸に沿って走っているのが県道59号。この県道、国道152号と比べてどうですか？ダンプも今往来が激しいですよね。理由がありまして、今ご存知リニア工事が行われているんですけれど、でそのリニア関係の工事を受けて県道59号っていうのは改良されまして、こんな規格がいい道。さっき過去を見て今を見て、このリニア工事で未来を垣間見ることができる、現在過去未来を見ることができる大鹿村。ここは一般の方も誰でもダムを楽しめる、素晴らしいですよね。このアーチの上に行けるんですよ。このダムの景色を手中に収めることができる。小渋川下流の方を見てみたいと思う。すごい標高差ですね。でこのまま下流に下っていけば飯田市で、小渋川は天竜川に合流していくと。現在の県道59号、このラインなんですけど、付け替えられる前っていうのはもっと低い位置にあったんですよね。ダムがないわけですから。なのでほとんどもう痕跡はないんですけれど、実はちょっと道路残ってるんですよ。ということで、そこに行きたいと思いますので。いや、さっきのアーチの上と大差ないはずなのに、すごいですね。いや、もう今の時点で今まで見たことない景色ですよ。ダム巡視路という今まで歩いたことがない道を歩いています。この美しいアーチ、流線形に沿って歩けるというのは幸せですね。いや、楽しいな。知らない道を歩ける以上の幸せを知らないですからね、私。廃道が近づいてきたんですけど、絶妙に近くないですね。あそこ車が通れる道だったんですよ。許可を得ているのにこの背徳感は何だろうか。降りるのもったいないな。1時間ぐらいここにいたいな。降りたら着いちゃうんです。いや、もったいなくて降りたくない。いよいよ。わあ、来た。これがダムができる前に使っていた道路の風かと思うと最高じゃない。おー、すごい。ダム側コンクリート吹き付けですけど、内部は素彫りなんですね。結構荒々しい。でも確かにトラック1台余裕で通れる高さと幅員を持ってますね。おそらく戦前ぐらいまでにこの隧道とかも竣工し使われていたわけなんですけれども、サブロク災害でこの県道も漏れなく被害を受けてしまったんですね。
じゃあこれを全面的に復旧するかっていう話になった時に、もうダムの計画があったものですから、仮復旧で済ませて、新しい道路にしようじゃないかということで計画が進んでいったと。なので今はもう二度と見ることができない水の中にありまして、痕跡を残しているというのがこの80メートル強の区間のみという大変貴重で素晴らしい。通れないけどあちら側に行くのも OK だって言っていただいたので、この隧道の口口をバシッと見たいと思ってます。先ほど見た隧道の風を感じた救急道の反対側口口に向かっています。教科書に載れないこれが歴史ですよ。隧道の前に平場があるとかそのぐらいだと思ってたら、こんなに歩けるの素晴らしい、夢のよう。はい、この直前のカーブもダムが目前ですっていうところで平場が少し崩れて狭くなりました。そして曲がっていくと、私がずっと見たいと願っていた小渋川右岸道路県道59号救急道隧道の口口やってまいりました。素晴らしい。廃止されて60年以上経ってノーメンテだとは思えないぐらい綺麗ですね。この隧道実は本当はもっとこの倍ぐらい長い隧道だったんですけど、ダムのアーチが横断する形になったので途中でちょんとちょん切ってこちら側だけが残った。数奇な運命をたどって本当に稀な余生を過ごしている隧道になります。多分これが昔の隧道の2番目の2番目の図面のじゃないかなと思うんですけど、でもこれが今進んでしまっている状態ですし、誰も見ることがない。断面のここにも県道と書いてある。これが今見たアーチ側の穴です。もし隧道の名前をご存知であれば教えていただきたいなと。さすがに道路の管理までは、やってないので私たちもちょっとわからない。何かつけますか？